こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画の描き方や絵のメイキングなどをアップしています。今回は水張りについてお話ししようと思います。過去に水張りのやり方動画を作ったことがあるのですが、もうだいぶ前になるので改めて取り上げようと思いました。水張りのやり方を知りたい人はもちろん、水張りって何だろうという方もこの動画を見て、その意味や役割について知っていただけたら嬉しいです。まず、水張りとは、紙を水で濡らしてから木製パネルにテープで固定し、乾かしてピンと張った状態にする方法です。なぜ水張りをするのかというと、簡単に言うと描きやすくするためにやります。紙がピンと張った状態にすることによって表面が平らになり、絵の具が均等に広がりやすいですし、特に水彩の場合は紙の波打ちを防ぐことができます。それから完成した絵がまっすぐ平らになるので保存しやすいですし、額装もしやすいです。水張りは快適に描いたり塗ったりする下準備でもあり、完成した時の仕上がりをきれいにするためのものでもあります。特に大きな作品を描く場合は水張り必須だと思います。それでは水張りを実際にやる前に必要な道具を見ていきましょう。まず木製パネル。今回は F4 サイズを用意しました。そして水彩紙。こちらはシリウスという紙です。木製パネルより一回り大きめのサイズがいいです。紙が大きすぎる場合は切ってちょうどいいサイズに整えておきましょう。それから水張りテープ。水張りテープは片側に糊のついたテープです。こっちの外側はサラサラしてるんですけれども、こっちの内側に糊面がついていて、こちらの糊面を水に濡らして使います。結構強力な糊です。水張りテープを使うことでしっかり接着し、四隅がずれたり浮いたりする心配がなくなります。この水張りテープ、いろんな幅や色のものがあって、画材屋さんで購入できます。そして水を入れるバケツ。こちらはもう綺麗な水を入れた状態です。水が入ればボウルとか少し深さのあるバットでも OK です。そしてハケ。幅の広い筆です。私はハケを使って紙を濡らしますが、人によっては霧吹きを使ったり、スポンジを濡らして使ったりする方もいるみたいです。紙を濡らす方法は人それぞれ合ったやり方でいいと思います。念のため余分な水を拭き取るためのタオルを用意しておきましょう。それでは実際にやっていきます。まず水張りテープを木製パネルの4辺の長さより少し長めに、指の第一関節1本分長めぐらいですかね、少し長めに切っておきます。縦横それぞれ2本ずつ手でちぎってもいいですし、きっちりやりたい場合はハサミで切っても OK です。そしたら一旦テープを横に置いておきまして、ここで今一度紙の裏表を確認します。触ってみてザラザラしている方が表のことが多いです。裏側を上にして紙全体を濡らします。うっすら水を引くだけだとすぐ乾いちゃうので、割とびしょびしょで大丈夫です。ただ水たまりができないようにだけ気をつけてください。落ち着いてゆっくり作業して大丈夫です。この濡れた裏側を木製パネルとくっつけます。こうやって紙を返して乗せてもいいですし、パネルを持ってきてひっくり返して合わせてもいいです。4辺から均等に紙がはみ出すように置きます。私はこのはみ出したところに軽く折り目をつけています。本当に軽くで。そして水張りテープのこちらの糊面をハケで濡らして長辺から貼っていきます。このはみ出した紙のところにテープを半分つけて、この下半分を折り込みます。折り込むとき中心から空気を抜くように手を動かすと良いです。この端っこは折りたたんじゃいます。そしたら反対側の長辺もテープを貼ります。残りの2辺もテープを貼っていきます。
これで水張りができました。で、あとはだいたい半日くらいですかね。完全に乾くまで待ちます。このまま平らに置いたり、壁に立てかけたりして乾かします。紙って濡れた後、乾く時に縮もうとするんですけれども、その縮む力を利用してピンと張った状態にするのが水張りです。ここまで見てなんか大変だなとかめんどくさそうだなと思ったそこのあなた、今お見せしたのは水張りの基本的なやり方なのですが、ここまでしっかりやらなくても、こうしたスチレンボードとか、木製パネルでもいいんですけれども、4辺をマスキングテープで留めるだけでもある程度は紙の波打ちを防ぐことができます。スケッチや練習用でしたらマスキングテープで留めるだけで十分だと思います。ですが作品をしっかりきれいに仕上げたい時にはこちらの水張りテープを使ったやり方を強くおすすめします。そして絵を描いた後の剥がし方もお見せしたいと思います。パネルを繰り返し使いたい時とか剥がして額装する場合もあると思うので、その時の剥がし方についてお話ししますね。まず画面が完全に乾いた状態で行ってください。パネルから剥がす時はカッターを使います。どの辺でもいいので持ち上げて三角形に切り込みを入れます。わかりやすく描くとこういう感じで切り込みを入れます。そしてこの切れ込みを起こしてカッターの刃が入る隙間を作り、このパネルと紙の間に刃を入れます。そしたら刃を滑らせるようにして切り離していきます。この時怪我をしないように気をつけてくださいね。最後に三角形の部分を切り落として出来上がりです。パネルの四隅に残ったテープは手で剥がせます。ということで今回は水張りについてお話ししました。よかった、参考になったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ちょっと手間に感じるかもしれませんが、何回かやっていくうちに手が覚えていきますし、作品の仕上がりや描きやすさが変わると思います。今回の動画がそのきっかけになれば嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。